もともと声は大きい方なんですけど、マイクを使わせてもらいます。念のため。はい、それではですね、私からは、AI エージェントを巷を騒がしておりますですね。それを使った、教材作り自動化体験ということで、本来我々の業界で使う自動化っていうのと区別するためにも、この自動化というのを使っています。私、トヨタ市から参りました愛知工業大学の藤村と申します。この自動化という言葉、聞いたことある方いらっしゃいますか？はい、これはトヨタ生産方式で使われる、話ですね。人間の考え、チェックする仕組みを生産ラインに入れるというやり方を AI に応用した結果どうなったかというのをですね、お見せさせていただきたいというふうに思います。なので、今回、扱うものはこの自動化、皆さんこの業界で使う自動化ですね、仕組みの通り考えず動くというものではなく、人の考えを AI に持たしてチェックして、最悪リスクが高ければ止めるというものですね。なのでこの人弁というのは人の判断を機械の側にということで、トヨタでは語られているものです。で、今日お見せするのはですね、この右側でして、トヨタ生産方式では作業を渡しておけば、止まって、人に返ってくるというもので示されていますが、AI を入れるとですね、作業を渡しておけばダメ出しして何度でも作った AI に返して通ったものを次工程に回し入れるというような仕組みができるということなんです。で、今日はですね、そのやり方を説明するんじゃなくて、やった結果どうなったかと、英語教育に関連するお話をさせていただきたいと思います。はい。で、これですね、今私が、やっている一人会社です。社員は全部 AI です。はい。で、大体ですね、始めたのはゴールデンウィークだったかな。で、AI をですね、新入社員として採用しましてですね、今3ヶ月目ですね。で、今のところですね、私のこの一人会社、6部署ありまして、AI 社員多数で、業用拡大中でございます。で、人間は1人ということですね。でですね、これどうなってるかというと、簡単に説明しますとですね、肝はこの5と6という部署ですね。Team5 というのと Team6 というのがありまして、ここが人のついた自動化のポイントというふうになっております。まずですね、チーム1研究、チーム2学会、組織、チーム3個人、マターですね。チーム4大学業務、これ機密なんで隠してあります。はい。で、大学5、チーム5ですね、インフラハブというのがありまして、ここにですね、それぞれエージェントというのを立ててまして、エージェントは、別定義で動きます。マークダウンファイルというのがありまして、そこに定義を書くんですけれども、自分で書いてるんじゃなくて、AI にですね、こんなやつ作りたいって言ったら、定義をいろいろバーって提案してくれます。昔でいうプロンプトですよね。はい。それをバーっといっぱい置いてます。で、マークダウンファイルというのは非常に軽いファイルなので、そんなに重たくなることもありません。で、これで動かしてるんですが、ここはですね、自分の作業をですね、自動化してくれるチームです。で、それに対して、インフラがコントロールをしまして、例えば私がですね、AI とのチャットの画面でこんなことやりたいって言ったらですね、じゃあこれ Team1 に振りますということで振ってくれて作業を進めてくれるというものになっております。で、これだけだとですね、例えば、研究関連でいうとハルセン症を起こしたって、よくあるのがですね、参考文献のリンクが実際ないよとかですね、そういうことが起こりうると思うんですけど、それを、自動化、人弁のついた自動化をすることによって、チェックをしてくれて、実在性の確認をしてくれて、パスするまでやり続けるというような作業をこなしています。はい。で、こういったですね、組織運用をしているとですね、どうしてもですね、組織上ですね、いろんな無駄が出てきます。過去の
パスっていうんですけども、そういうのがいっぱい残っちゃったりとかし出すときにですね、でこれこうチームを入れ替えたからこうだというときにですね、そういったゴミがいっぱい出るんですけども、そういったのをですね、この Team6 独立チームというのがあるんですが、監査チームを使ってですね、日時、週時、月でですね、毎日自動でループというんですけども、回してくれて、チェックをしてくれて、だんだんと AI が変な方向に行かないように管理をしてくれてます。で、リスクを小さい、中、高に分けて、高のものだけ私に報告してくれるようになってます。はい。ということで、このチームがですね、パチッとやることができるようになっているということなんですね。で、つまり、この部分は人の作業を置き換える自動化というものでして、こっちがですね、人のチェックを入れた人弁の自動化というものを行っているということですね。で、この仕組みについて話すより、その結果どうなったかというのを話したいんです。ただ、その前にですね、QA チームというのが各チームごとにいまして、あるいは各プロジェクトごとにいましてですね、見えないですね。はい。で、こういうような感じの、ループというんですかね、を回しています。1番は各チームが作業を実行します。で、完了後に QA、これはクオリティアシュランスの QA です。はい、を起動します。で、共通ルールプラス該当のチームの QA チェックリストというのが、このマークダウンファイルで書かれてまして、それを、読み込んで、パス、フェイル、スキップ判定をします。で、フェイルしたらですね、もう一回こっちに戻して、もう一回やってくださいということで、もう一回やっていただきます。で、最後、パスが出るまで、やっていくということですね。はい、これによって、ハルシネーションの問題はだいぶ解決されます。で、例えば文字化けの問題とかもだいぶ解決されてきています。はい、こんな感じで、全体の、自動化ですね。で、各プロジェクト、タスクごとのクオリティアシュランスというのをつけて、このエージェントの仕組みを回しています。はい。それで次なんですが、自動化したエージェントで何が変わるのかということで、まず左側に置いたのがチャットベースですね。次がエージェントベースです。で、同じ英文を使っています。で、チャットだとこんな感じ。皆さん見たことあるやつですね。で、エージェントだとこんな感じというのをお見せします。これによってですね、エージェントベースの作業、だいたい60分から90分かかってたのが、8分から10分ぐらいですね。しかも、手が私ではなくて、うちのところの新入社員がやってます。はい。ということで、今から見ていただきます。これがいわゆるよくある普通のチャットですよね。こんな感じで、割とざっくりめに、ちょっと映像止めますけども、こんな感じで、指示を出すとします。以下の英文を3つのレベルに掛け分けて書いてください。こんな感じですね。はい。で、125程度で内容と論の流れを変えず、語彙と構文、難易度計を書いてくださいということで、指示を出します。そしたらどうなるかというところですね。皆さん読むために時間を取ってやったんです。はい。はい。ということで、こんな感じで出てきますよね、普通にね。はい。で、スクロールすると、それぞれの、なんですか、一番優しい、中くらい、難しいで、取り上げる重要語も通常は違ってくるというのが、これが通常のチャットのファンクションになりますね。はい。それで次なんですが、これをエージェントに任せるとどうなるかというと、エージェントというのは自分のコンピューターの中に入って、実際に人の肩代わりをしてくれる仕組みなんですね。で、暴走してはいけないので、ハーネスというのを作らないといけないんですが、どこで、そのコンピューターが作業するのか、どのフォルダを使うのかというのを定義するのは私です。で、そこ以外は作業させないという方式をとってやらせます。と、こんな感じになります。
これ早送りしてるのちょっと早いんでね。はい。こんな感じでピッとやるとどうなるかなんですが、見てていただくと、今ですね、私の流したこのざっくり日本語をですね、こんな感じの指示を出すと、こういうふうに、処理していってくれます。で、考えていることがここに出るんですが、一回このフォルダ使っていいですかという許可を出すと、英文教材、コンテンツレベルを作成とか、こういうタスクにまず落とし込んだのがここに出ています。で、コンテキスト、サンプル映像の部分はこちらですよね。で、タスクを今、私が言った日本語をコンピューター言語に変えて、ここにコードを書いてくれてるんですね。AI はですね、翻訳能力が最近爆上がりしてますけども、コンピューター言語への翻訳能力も非常に高いというふうに思いますので、こういったコーディングというのをまずは自分でやってくれて、書いてくれて、で、このようにこなしていってくれます。で、手順はここですね、マークダウンファイルというのに書いてあって、終わったらピッピッと、処理していってくれます。で、出てきているファイルはこれですね。で、ここに作成中のものが出てきてますんで、それも見ることができます。ここをクリックしたらですね。はい。で、バババババッとこういうふうに中間ファイルがいっぱい出てきましてですね、今作成中です。で、導入用のプレゼンスライドまで作ってくれてます。で、できましたということで、これをやってる間、私が何をしてたかというと、コーヒー飲んでました。はい。で、ここにですね、これ、マイクロプラスチックの問題に関する内容なので、スライドがこういうふうに出てきます。で、PDF でデスクトップに出してくださいということだったので、ワークシート、まずこんな感じで出てきます。こんな感じですね。はい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 。こんな感じですね。はい。これが一番優しいバージョン。で、中くらいのバージョン、こんな感じですね。ということで、まあ、フォーマットは基本的には同じなんですけども、ワークシートを作ってくれます。で、ここまでやってくれるので、私の作業としては、あとはプリントアウトして、学生に渡すだけなんですけども、その前に、まあ、これが本当に学生に通用するかどうかっていうのを確認するのが私の仕事ですね。で、私はこの会社のマネージャーとして最初の責任を取らないといけないので、これがもし何か問題があったら私の責任になっちゃいますから、そこは私が引き取るという感じになっております。回答これですね。はい。解説もこれですね。はい。はい。で、レベル、中レベルも同じような感じで出てきています。はい。となりました。はい。ただ、今日ワークショップなんで皆さんにこれをやってもらおうと思ったんですが、さすがにこれをその場で設定するのは難しいんで、今、デスクトップじゃなくて、ラップトップですね、パソコンある方一緒にやってください。はい。このブリスク、最近アメリカでバズってるこのサイトですね。聞いたことある方どれぐらいいらっしゃいますか？ブリスク。はい。いらっしゃらないですか？はい。これはですね、どういうものかというと、AI の新入社員ではなくて、まあ、中堅社員ですね、教育専門職になります。を体験できるツールとなっております。で、Chrome 拡張可能で、教員はまあ、とりあえず無料。いくつか量を使うと有料になります。はい。ということで、一緒にやってみましょう。ということで、これもビデオを作ってまいりました。はい。まあ、アバウトな一文から80分のレッスンプランへというのがタイトルでございます。で、これですね。はい。じゃあ、ちょっと早いので、まあ、時々止めながらいきたいと思います。一緒にやっていただくことを前提にですね。はい。じゃあ、いきます。まず、ここにブリスク。ティーチングというふうに打ってください。どうぞ。はい。そしたら、このブリスクティーチング、一番最初に出てくると思います。では、こんな感じなんで、まあ、私はもう、Google 経由でログインできているので、Google をですね、まあ、選択することもなく、
ログインできるんですが、ログインボタンをピッと押します。で、I'm a teacher なんで I'm a teacher を選びます。はい、よろしいでしょうか。そうするとこんな感じでログイン画面が出てくるので、ここに Google で続行とかそういうのが出てくるので、それをですね選んで、別に怪しいサイトじゃないので、ログインしてみてください。ちょっとここで一旦止めます。はい。で、もともとはですね、このブリスクというやつですね、ここにいろいろプロンプトというか、もう本当にアバウトな一言をいろいろタイプして、散々ブリスクに私は迷惑かけたなと思ってるんですけど、まあ、いろいろ作っていくんですね。で、まあ、最近できたこの秀逸なこのクイックスタートというやつをですね、これを使ってやりたいと思います。できましたか？はい。あ、ちょっと待ってください。はい。戻っちゃいましたね。じゃあ、ここから再生し直します。じゃあ、そろそろいきます。クイックスタートというのを使います。で、ここでですね、こんな感じのアバウトな、超アバウトな、お願いをするわけです。CAFR A1 の大学生学習者を相手に A2 になるために基本的なレッスンを作りたい。思考中、お前わけわからんぞということで、こんな感じで、設定はこんな感じで、まずはよろしいですかと。で、レッスンの時間、まあ90分授業なんですが、学生のアナウンスもありますんで、私は、じゃあ、80分にしようかなというので、80分で保存します。で、これで作成ボタンをピッと押します。そうするとですね、こんな感じで考えて、まだちょっとわけわかんないなと。じゃあ、ちょっとどんな感じのレッスンやりたいんですかと。何にやりたいんですかということで、何をやりたいんですかということで、スピーキングを私はやりました。で、語彙の拡張がいいかなと。で、あとは、そうだな、実践的な会話練習がいいかなということで、2件選択して選んで、レッスンの目的は何ですかと。そうですね、まず基礎知識の確認、そして、個別練習の後にペアグループ活動かなということで選択をします。そしたらですね、このブリスクがこれから作成するのはこれでいいですかねというふうに最終確認をしてくれます。で、詳細はこんな感じですと。大学生、ジャパニーズ、Google ドキュメントに出力してください。80分ですね。ということでやると自分の Google ドキュメントが立ち上がります。それでこうやって生成をしていってくれます。こんな感じですね。はい。教職課程一体どうなるんだこれみたいな感じですけどね。はい。はい、で、これのいいのはちゃんとタブもついててですね、行きたいところにピッピッと飛べるようになっていることですね。はい。でもちろんこれ自分でも編集できるので、好きなとこ直せます。で、これの秀逸なところは何かと言いますとですね、これ今一生懸命頑張って私一文も書いていません。はい、自動で動いてます。はい。で、最下対応というのまで出てきて、なかなか優秀ですね。もっと優秀なのは、この書き直しありませんかということで、短くする、長くするとか、ワークシート作りませんか、クイズ作りませんかということで、いろいろ聞いてくれます。はい。というのが、ブリスクの機能となっております。ただ、これは基本的な機能で、先ほど松岡先生が、ヒューマナイザーエージェントとか、そういった2人をお話しされましたので、私の方からは、それに対する若干の抑止力を働かせる対応策についてもお話しさせていただきます。本人が書いたか確かめる機能、これです。いきます。じゃあですね、この今作ったレッスンプラン、英語じゃないですけど、これをですね、本人が書いたのかどうかと、藤村さんのアカウントからこれ、作ってますねということで、どうなんでしょう。はい。クイックスタート立ち上げます。文章の検査
というところがありますので、これを押します。でこれ早すぎて分からなかったんですが、どうやって作ったかという過程をですね、録画してくれてます。なので今60倍速なんで早すぎたんですが、5倍速まで戻して、こういうふうに最初から見るとどうやって書かれていったのかなというのを見ることができます。はい、で逆に早すぎても怪しいし、コピペしたんじゃないかという疑いがありますので、コピペチェッカーはこれです。ここ見ると大量のコピー&ペーストをしてますねということで AI からコピペしましたねというのがこれだと見えるようになってます。で1回貼り付けてますというのがここに出るようになってますので、まあチェックすることができます。で次にフィードバックなんですけれども、grow wondering で返すということで、いい点、改善点、そして、もうちょっとこうしたら良くなるんちゃうか、深掘りする、というところなんですが、これを見てみます。はい、これを立ち上げて、フィードバックを与えるということで、いろいろターゲットフィードバック、朝食、成長点、ルーブリック、いろいろ入れることができます。もちろん、40人ぐらいの学生を一括でフィードバックかけることもできます。はい、いろいろありますが、とりあえず基本的なこの朝食と成長点というこのgrow wondering を使ってやりたいと思います。そして学年は、大学生ですね。はい、で保存をします。で、AI モデルは実を言うと無料版だとこれはスタンダードしか選べないようになっている仕様だと思います、今は。で、あとターボ AI というのは有料だと使えますね。はい、で、フィードバックを与えるというのを打ちます。そうすると、ターというふうにフィードバックが、生成されます。はい。で、こんな感じのフィードバックが生成されるんですが、あっと私は思いました。これ英語で書かれてるやんか。うちの学生多分わからんなと。これ読むのに延々と時間かかるから、じゃあ日本語で、お願いしますということで日本語がいいとタイプします。そうすると普通に日本語で書いてくれます。じゃあこれを次にこの学生のここのやったものにですね、貼り付けしたいんですが、これ全部コピペするのということで、プッと、挿入をしますと、一気にこれが入ります。はい、もちろんこれ自分で編集することもできるので、何度も言いますが、人にこれが渡る前に AI と人の橋渡しをするものですね。それはやはり人間だと思いますので、私がチェックをして、終わったらですね、できたよとりあえず読んでというふうにして学生に返します。こういうことからですね、ライティング指導の回し方なんですが、1、学生が Google ドライブにフォルダを作る。コピペは禁止、バレるよと明示して指示をします。先生にフォルダをシェアさせた上で Google ドック上でドキュメントを書かせます。で、その書いたものに対して、AI がフィードバックをかけます。ここはエージェントが代行しますね。はい。で、自分が、ちょっと編集なんかをして、で、学生に伝えますと。で、編集履歴を再生して貼り付け回数を先生がチェックします。これはですね、いいです。本当はやりたくないので、最初にこういうふうに指示をしておけば、学生は、ね、ちょっとチェックされたら困るなということで、やらないかなと、抑止力になるかなというふうに思います。で、これを形成的評価として使って、もう一回リライトさせて次の課題につなげるアプローチもいいですし、最終評価としてこういうふうなことが分かりましたね。じゃあ次の課題ではこうしてみましょうというふうにしても構わないかなというふうに思います。はい、こんな感じのライティング指導の回し方ですね。が、割と有効な手段になってくるんじゃないかなと思います。じゃあ明日からどうするかということなんですけど、いきなりこの新入社員を入れるとですね、大変なことになってしまいます。これ自分の経験なんです。はい、なのでまずは中堅社員から、
自分の研究室に入れてですね、慣れてきたら、新入社員エージェントを入れて、こういったような一人会社をぜひ作っていただければというのが私からのご提案とさせていただきます。ということで最後に AI エージェント、皆さんの研究室で採用していませんか？世界トップレベルの頭脳ですと。多分金融機関のセキュリティの穴とか見抜けたりしますぐらいの頭脳は持ってるんですけど、24時間365日文句を言わずに働いてあらゆる言語を扱えるということですね。多分僕はコンピューター言語です。はい。で、翻訳能力が劇的に上達しています。で、例えば曖昧な日本語もコンピューター言語に翻訳可能です。ですね。で、無限に手直しに応じてくれます。何度やり直させても嫌な顔しない。そもそも顔がないというのが、AI の特徴かなというふうに思いますので、以上でございました。ご清聴ありがとうございました。